ほい、どうもゴンです。ということで、今回はこちらの全チリアニメイトを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、1月4日の MO チャレンジにおいて、8勝1敗で優勝を果たしたリストですね。全地を使ったデッキが競技で無双優勝したのはおそらく初めてで、さらにこれ以降、様々な大会で結果を残しているということで、今回はこちらをピックアップしてみました。基本的にはアブエロの覚醒で全地を釣り上げるデッキなのですが、アルケビオスへの進行と組み合わせることによって、簡単に無限コンボをすることができ、最速で4キルができる割と速いコンボデッキになっています。無限コンボの手順としては、まずは全地をアブエロで釣り上げるところから始まって、アルケビオスへの進行でサイドから旗折りの季節を持ってきて、全地のコピーを作りながら全てをバウンス。その後もう一回アルケビオスから肝冷やしの手を持ってきて、アルケビオスをバウンスしながら戦慄幼児をしていきます。この動きは0マナで延々と繰り返せるので、戦慄幼児で2枚目のアルケビオスがめくれたら、それをバウンスして手札に回収。2枚目のアルケビオスで墓地の旗折りの季節を回収して、戦慄幼児のコピーを作りながら全てをバウンス。これ以降は延々と22コピーを作りながらサーチができるので、無限にトークンを作りながらカウンターを5枚手札に加えてターンを渡します。カウンター5枚はさすがに相手もさばくことはできないので、実質そのターンに勝っているという感じですね。無限コンボさせた後はいろんな勝ち筋があるのですが、今回のリストはそういった勝ち方になっています。一見ボス対策に弱そうに見えるのですが、置物対策をサーチで確定で持ってくることができるので、そこまで苦にならないという感じではありますね。はい。ということで、このデッキは正直見た方が分かりやすいので、BO3 ランクマッチでの試合をどうぞ。さあ、ということでやっていきます。こちら先手。ファラジあるんですけど、青マナがないんで、これはさすがに動けないですね。マニガンしていきましょう。さて、はい、こっちの方が全然いいですね。コロナ作成は基本的には全地を捨てる用のカードということで、ボトムに送っていきましょう。さあ、ということで相手は平地からスタート。平地からスタートということで、はい。これは白タンコントロールの可能性がかなり高いですね。さあ、人参系から入っていく。戦術をした後に、いたずら矢を打っていきましょう。さあ、アルケビオスが落ちましたが、全地は落ちず。アルケビオスは基本的に、手札に必要なカードですね。さあ、相手は英語の無垢。カウンターする必要がないので、これはそのまま通していきましょう。対この、トークンコントロール相手は、基本的にこっちの方がかなり有利なので、ドローはどんどんとさせていきましょう。さあ、そして全地は、墓地に落ちていきましたが、あとはアブエロと、アルケビオスが必要という感じですね。はい。さあ、アルケビオス引いてくる。爆発域いらないので、墓地に送っていきましょう。さあ、これで、決定的瞬間から、アブエロが引けたら、もう勝てるという状況ですね。さあ、相手はどんどんとドローはしていくのですが、ドローはね、本当にどうでもいいんで、どんどんとさせていきましょう。トークンビートで負けない限りは、基本的には勝てるマッチアップですね。さあ、ただアブエロ引かず、まだ時間がかかりますね、これは。早い、試合だと、4ターンでね、決まることも結構あるんですけど。ということで、まずは先に、コロの作成いきますか。アブエロさえ引ければ、勝てるんですが、さあ、ここも引かず、ってなるとファラジですね。さあ、もう一回、アブエロ、来るか。来ず。全然引かん。さあ、情報もしていきましょう。はい。さあ、ようやくアベロが、トップに置けたということで、これでおそらく、おおむね次のターンに勝っていけるという感じですね。ただ、コンボパーツが揃った後も結構ね、手順がめんどくさい無限コンボデッキなんで、アリーナだとね、結構、めんどくさくて、流行らなさそうな感じはしますね。MO とかはね、もっとめんどくさいんで、MO でしっかりと結果を残してるっていうのが、かなりすごいかなと。紙だとね、手順を省略できるんで、紙の方がかなり簡単なデッキではありますね。もう無限トークン作りますって言ったら、無限トークンができるので。さあ、ということで、ヒーターベロを唱えて全地を釣り上げていきましょう。
さあ、ここから、手順の説明ですね。アルケビオスで、サイドから旗織りの季節を持ってきて、で、旗織りの季節で、全地のコピーを作りながら全てをバウンスですね。さあ、ここからは、アルケビオスで、もう一回サイドから肝冷やしの手を持ってきて、で、この肝冷やしの手によって、アルケビオスをバウンスして、で、この手順が、基本的には無限に、繰り返していけるという感じですね。で、これ注意が必要なのが、この時は、墓地から肝冷やしの手を回収する必要があって、ここのクリックミスだけは、気をつける必要がありますね。で、これを無限に、繰り返すことができるので、今度は2枚目のアルケビオスが引けるまで、これを繰り返していきます。基本的にはね、紙とかだと、もうこの段階で投了していいんですけど、多分アリーナだと、まだ、このデッキをね、知らない人とかも、そこそこいると思うので、さあ、手順をすべて見せていきましょう。肝冷やしの手を延々と回収しながら、この動きを、やっていく形ですね。戦日用時で、確定で絶対に、アルケビオスは見つかるんで、これが、止まるっていうことは、まずないですね。止まるとしたら自分のクリックミスですね。クリックミスだけは、注意が必要なデッキかなと。さあ、ということで、結構やってますが、なかなか出てこない。まだか。で、これ一回ね、旗織りの季節で全てバウンスする必要があるんで、結構ね、めんどくさいんですよね。さあ、アルケビオス、2枚目引けたので、これはもう旗織りの季節で OK ですね。さあ、回収してから、アルケビオスもう一回唱えて、否認を持ってきてからの、旗織りの季節で、戦慄四時のトークンを作りながら全てをバウンス。で、あとは、これをね、また繰り返していく感じですね。旗織りの季節は絶対に必要なので、旗織りの季節持ってきて、クリーチャーのトークンをどんどんと増やしていくと。これを0マナで延々と繰り返すことができるので、無限トークンが、この時点で成立していると。で、これ2枚目のアルケビオスを出すことによって、好きなカードをサーチできるんですけど、先にね、そのトークンを増やしておくと、間違いがないですね。トークンをある程度、10体ぐらい増やした後に、サーチモードで使っていく形でいいかなと。ちょっとね、アリーナだと、タイマーの関係で、間に合わない可能性もあるんで、結構ね、手順がめんどくさいんですよね。カウンターは、手札に加える必要はあるんですけど。さあ、コピートークンをどんどんと作っていきましょう。相手がそのトークンね、出してるんで、最低でも13体は必要という状況ですね。あとあれか、ライフ24点あるんで、もうちょっと必要か。一応バウンスすることもできるんで、相手のクリーチャー全部バウンスとかもできますけど。さあ、ただ手順がマジで大変。基本的に白タンコントロールがここからまくる手段ってないんで、この時点で、勝ち確ではありますね。ただ、ランクマッチとかの場合はね、相手のミスマッチとか、全然ね、して OK なんで、相手が投了してくれるとね、ありがたいんですけど、全然、この無限コンボデッキを使う宿命ですね。こういった場合は、最後までしっかりとやっていきましょう。さすがに動画ではカットしそうですね。さあ、ただここで砂時計が来てしまう。カウンターをね、手札に残す必要があるんで、その時間を考えると、あと1回ぐらいかな。いや、さすがに厳しいか。12体、こっから負けることないんで、旗織りと、アルケビオスとカウンターを残して、はい。全部捨てていきましょう。ちょっと時間が足りなかったですね。いや、というかもう一つ、その時あるか。ただここからね、負けることないですね。カウンター、現状3枚ある状況。で、
まあ仮にこれが全て裁かれたとしても、全部ね、ループをやり直すことができるんで、まあ、白タンだったら、相手の8分かかってるのか。相手の、まあ、全体除去だけケアすればいいという感じですね。まあ、さすがにここから負けることはまずないですね。さあ、ということで、別行動来たので、カウンターしていきましょう。で、まあ、ちょっとね、時間が足りなくて、この、次のターンに勝つことできないんですけど、またね、アルケビオス、ループ繰り返すことによって、まあ、カウンターもね、全部回収することができるという感じですね。なので、まあ、基本的には、もう、負けようがないんで、うん。まあ、投了してくれるとありがたいですが、それはこっちの都合ですね。はい。まあ、ループさせて、相手のクリーチャーすべてバウンスさせてっていうのもできるんですけど、またね、それ手順がめんどくさいんで、もう殴って、カウンターだけ回収して、ターン渡していきましょう。うん。まあ、デジタルでね、こういうデッキを使う宿命ですね、これは。さあ、ということで、もう一回、アルケビオスから、まあ、とりあえず、否認は回収ですね。否認回収して、で、まあ一応、困惑の謎かけも回収する必要があるんで、回収しておきましょう。で、旗折りで、すべてバウンスからのコピーですね。で、もう一枚カウンター回収してから、はい、まあさすがに投了ですね。2ゲーム目行きましょう。まあいろんなパターン考えられるんですけど、まあ相手が墓地対策をね、する可能性があるんで、まあ悪魔払いだけデッキに入れておこうかなと。ウセロはまあ、サーチ用でいいかなと。まあアルケビオスはライブラリからもね、引っ張ってこれるんで。ということで、まあエファラとコーロの作成でいいかな。こんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。悪くはないですね。決定的瞬間から入っていけるということで。で、アルケビオスがあるので、あとは全地を墓地に落としながら、アブエロを持ってくるだけですね。うん。まあ、基本的に対白タンコントロールはね、こっちがめちゃくちゃ有利なんで、まあ、墓地対策を引かれるかどうかだけですね。さあ、2ターン目、特に何もなし。まあ、まずはいたずら屋から入っていきましょう。才能、はい。まあ、ドローされるのは本当にどうでもいいんで。さあ、そしてアブエロを引いてくる。あとは全地を、いかに早く落とせるかという感じですね。さて。ここで起動。なるほど。特にやることがなかった感じですかね、これは。さあ、島持ってきて。まあ、相手のスピードが遅い分にはありがたいですが。さらに才能起動。これはなんか、諦めモードな感じがありますが、さあ、全地がこれで落ちたので、もう、コンボが決まっていきますね。まあ、早い展開だとこんな感じになっていきます。で、今回は、アルケビオスが2枚、手札にあるということで、もう、サイドから旗折りと、バウンスを持ってきて、もう完全に決まっていく形ですね。肝冷やしの手を持ってきましょう。で、旗折りからスタートですね。まずは全地のコピーを作る必要があるんで。で、さらに、まあさすがに今回は投了してくれましたね。GG。さあやっていきます。こちら先手。はい。まあ、序盤から動いていけるハンドということでキープしていきましょう。相手はワンマーリガンでスタート。1ターン目超法ランドを、置く必要がないということで、このターンはファーストラウンドから入っていきましょう。さあ相手、グルールですね。グルール相手、まあファラジから入っていけるのは割とでかいかなと。しっかりとね、壁になってくれますからね。さあ、アブエロ2枚目を持ってくる。全地が落ちてくれるとありがたいんですが、まあ対グルールということで、まあかなり、速度勝負となっていきますね。まあこれは別に、倒されてもいいクリーチャーということで、ブロックしていきましょう。はい。巨海の怒りで突破していく。まあただ入っていくダメージは、まあ1点だけですね。さあ1点貫通していく。
からの、まあ一旦ここはまたファラジから入っていきましょう。まあ1マナインスタントを相手持っている形ですね。さあ、全地が落ちていく。そしてアルケビオスも回収と。これは最速パターンですね。また4ターン目にコンボを決めていくことができると。まあ、結構ね、その再現性自体はめちゃくちゃ高いデッキなんで、まあそれなりに回してみてみましたけど、4ターン目にね、決まることもだいぶ多かったですね。さあ、相手インスタントを持っていますが、まあ多分2点火力ですかね、これは。遠の点火。まあブロッカーが邪魔だということで、ファラジを除去っていくと。さらにスクライアボトム。さて、亭主の才能。これはさすがにもう勝ってそうですね。さあ、15点まで削っていきますが、アブエロから全地をリアニメートからのアルケビオス。サイドから旗織りの季節。そしてコピーを作りながら、すべてバウンス。はい。まあ、あとは、これを繰り返していくだけですね。サイドから、肝冷やし持ってきて、肝冷やしからのバウンス。はい。まあ、もう一枚のアルケビオスが、これで引けるまで繰り返していきます。まあ、さっきの試合でも手順はね、説明してるとは思うんで、まあ、カットでもいいですが、どうしましょう。まあ、ただあれですよね、グルールとか相手にも、もうこういう4ターン目にね、全然決まっていくんで、まあ、アグロ相手でも全然速度勝負で負けないっていうのが、このデッキのね、強みではありますね。さあ、ということで、どんどんと継続はしていくんですが、まあ、ただやっぱり、アリーナの場合はね、こんな感じで、まあ、投了してくれるとありがたいけど、投了ね、全然相手はね、する必要がないんで、投了しないこともね、かなり多いということで。さあ、ただ、アルケビオス2枚目が、おっと、ここで投了してくれましたね。GG。さあ、かなり早い投了をしてくれたということで、だいぶ助かりましたね。一時的封鎖だけは入れておきたいですが、まあ、他のカードは別に入れる必要はないですね。まあ、カウンター系、謎かけあたりを抜いていきますかね。まあ、あと、エファラでもいいかな。こんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。これはね、後手でグルール相手にこれはさすがに無理なんで、まあ、離眼していきますか。さあ、土地ゼロ、ダブマリですね。ダブルマリガンはきついですが、これも弱い。鳥マリ、いや、鳥マリはな、さすがに。一応パーツ1枚あって、エファラでバウンスしながら、重宝にできるんで、ただ相当厳しいハンドですね。アブエロ1枚はボトム確定ですが、もう1枚どっちにするかな。爆発域も残しておきたいんで、正直アダーカー高原でもいい気はしますね。まあ、色マナが1枚だけにはなってしまいますが、まあ、重宝できるんで、こんな感じでいきますか。さあ、なんとか、ここから勝っていけるかどうか。さあ、1ターン目どう置くか。まあ、重宝このターンにする必要はあんまりないんで、アダーカー高原からいきますかね。まあ、結局4マナまでは必要で、で、他のカードは、まあ、アブエロ以外は必要なカードということで、さあ、とりあえず1点は入っていく。でかくするんだったらバウンスしてもいいですね。はい。さあ、エファラでバウンスしていきましょう。さらに情報に。ファラジいいですね。ファラジはもらって、謎かけは落とすかな。さあ、ということで、このターンはファラジから入っていきましょう。ちょっとね、ペインランドが痛いですが。全地は落ちず、まあ、ただ14はでかいですね、ブロッカーとして。あとは、まあ、コロの作成と情報1回分。お、ヨコロ入れてるんだ。まあ、こっちコントロールじゃないんで、速度を落としてくれてるのは結構ありがたいですね。まず情報いきましょう。はい。これは必要なカードなので、もらっていきましょう。まあ、謎かけを構えていこうと。
まあ基本的にはバトルをそのままもらっていきますが、このまま全地が落ちて、で、次のターンアンタップインの土地が引けたら、まあ最高ではありますね。まあ一応ブロックしていきましょう。まあ全然火力をここに使ってくれるのは大丈夫。はい。さあ、まあ火力も吸ってくれるのかどうか。はい。まあファラジはね、ほんと対アグロはかなり優秀ですね。ブロッカーになってくれて火力も吸ってくれるんで。さあ進化の英雄と雇われ爪が出てくる。まあ自分はもうコンボを決めたいだけなんで謎かけを打っていきましょう。はい。まあアルケビオスを拾っていくんですが、全地は落ちずと。ちょっとまだ時間がかかりそうですが、どうでしょう。まあ相手もハンドは残り1枚。4マナ目は来る。ここで航路の作成から全地が引けたら、まあ大体勝てそうな感じではありますね。まあとりあえず、航路の作成いきましょう。はい。さあ全地引けたので、これはなんとか、速度で勝っていきましたね。まあダブマリからあのハンドルね、結構厳しそうな感じではありましたが、まあこのターンに負けない限りは、まあ大体いける感じではありますね。さあ、叫ぶ宿敵出てきますが、まあダメージ自体は結構ありますが、まあおおむね勝ちの状況ですね。ということで、アイブロ行きましょう。まずは全地をリアニメート。からのアルキビオス。相手火力もまあなさそうなんで、バウンスプラスコピーを作っていきましょう。はい。相手火力もね、何もなさそうなんで、これはもう勝ちですね。これ取りようと。GG。さあやっていきます。こちら先手。はい。キープしていきましょう。まあ、いたずら屋から入っていけるということで、まあ悪くはないハンドですね。土地は墓地に落としていきましょう。まあ、エファラもあるんで、相手がアグロでも OK ですが、さあ、アブエロも引いてくる。あとは、まあ、いたずら屋でパーツを探しながら全地を、落としていきたいという感じですね。相手白黒。まあ、ハンデスとかがどう入ってくるかという感じですね。はい、全地落ちていく。まあ、一応相手が、まあ、脅迫とか持ってる可能性もあるということで、まあ、上色2枚目をもらっていきましょう。さあ、どうでしょう。ああ、そういうデッキか。まあ、白黒トークンコントロールですね。さらに、アルケビオスも引いてきたということで、まあ、これは勝ちですね。まあ、トークンコントロールはね、本当に、このデッキにとっては相当有利なんで、まあ、当たったらフリーウィンな感じではあるかなと。ということで、はい、すべてバウンスからコンボを始めていくと。まあ、トークンコントロールは、アグロに強いんでね、結構増えてはいたんですけど、結局こういう、なんていうか、動きが大きいデッキとか、コンボデッキ相手にはね、相当不利がつくデッキなんで。さあ、ということで、どんどんとコンボを進めていきましょう。まあ、なので逆に、その、トークンコントロールを絶対倒したいっていう人は、こういうデッキとか、かなりおすすめですね。まあ、サイド後からはね、多分相手黒も入ってるんで、脅迫とか、まあ、ボツ対策もね、入ってくるとは思うんですが、さあ、これ投了と。GG。基本的になんか、あんまり入れたいカードはない感じはしますね。まあ、堂々たる鉄敗者とかは、相手の妨害をね、できるカードではあるんですけど、まあ、青黒ミッドとかには入れたいけど、特に、コントロールとかに入れるカードではないかな。まあ、そのままいっても、いいかなと。さあ、特に変更なしで2本目ですね。はい。まあ、これ、コンボパーツ2枚あるんで、キープしていきましょう。まあ、ただ相手おそらく、まあ、脅迫とかは入ってきていそうなので、まあ、そこをどう、かいくぐっていくかですね。あ、そういうタイプなんだ。まあ、より、アグロに対して強いタイプですね。04の、壁を出して、はい。まあ、才能でコピーしていくと。ということで、まあ、いたずらや打っていきましょう。
とりあえずもう全地が落ちればという感じではあるんですが、一応脅迫ケアでアブエロは2枚目を回っていきますか。ということで、まあ謎かけを構えながらターンを渡していくと。相手これ黒要素は何だろうね。まあ多分半ですとか、軽い除去はね、別に黒で入れる必要はないんで、さあ、世話人の才能から2ドローを決めていく。ただこっちも次のターンに勝つ可能性が結構高い。が、ここは引かず。めくれる枚数が多いいたずらをもらっていきましょう。さて、アルケビオス。まあめくる枚数を増やすために情報ランドからいきますか。はい、全地。いや、これトップの方が良かったかな。トップでいたずら屋で落とした方が多分確実でしたね。ここで、その没追放とかあったら、吸われてしまうんで。まあただここ、レベル3にしてきたので、まあさすがに大丈夫か。まあ、細かいとこではあるんですが、さっきのはトップに置いておいた方が良かったですね。さあ、ということで、コンボを決めていきましょう。まあ一応米地、はい。まあさすがに投了ですね。じいじ。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。